1944年、昭和19年10月、日本海軍は持てる艦のすべてをたった一つの海に注ぎ込んだ。フィリピン、レイテ島の沖、後に史上最大の海戦と呼ばれる戦いである。まずは当時の色を蘇らせてみよう。集まった艦の数は日本とアメリカ合わせて200隻以上。世界最大の戦艦大和と武蔵、真珠湾を攻撃した最後の空母随鶴。日本は生き残った艦隊のすべてをこの一戦にかけた。作戦の名は小一号、建根一滴の決戦だった。なぜそこまでして戦ったのか。フィリピンを失えば日本と南方の油田を結ぶ道が断たれてしまう。石油の来なくなった国に戦争を続ける力は残されていない。レイテは日本の命綱だった。そしてこの海戦は世界に誇った連合艦隊の事実上最後の総力戦でもあった。勝っても負けてももう後がない。日本海軍はその最後のすべてをこの一戦にぶつけたのだ。この海で数えきれない悲劇が起きる。巨大戦艦の武蔵は20本以上の魚雷を浴び、艦首から沈んでいく。南の海峡では西村艦隊が待ち伏せに遭い、一夜で全滅する。北の空では真珠湾以来の空母随鶴が静かに海へ消えた。そしてこのレイテで爆弾もろとも敵艦に体当たりする神風特攻が初めて出撃する。だがこの海戦最大の謎はその勝敗ではなかった。勝利を目前にしての主力栗田艦隊はなぜか反転し引き返したのだ。あと少しで敵の中枢に届くところで栗田はなぜ戦場に背を向けたのか。その答えは80年経った今もはっきりとは分かっていない。これは史上最大の海戦レイテ沖の全記録、そして今も解けない栗田ターンの謎への挑戦である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう映っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。どうして日本はこんな捨て身の作戦に追い込まれたのか。話はこの年の6月に遡る。マリアナ沖海戦。ここで日本は空母と熟練した搭乗員の大半を失った。空を守る力を失った日本に残された道は少なかった。そこで海軍が立てたのが照合作戦。本土、台湾、フィリピン。敵がどこに来ても残る戦力を集めて決戦を挑む。そのフィリピン版が小一号だった。そして10月20日、アメリカ軍がレイテ島に上陸する。小一号作戦が発動された。作戦は二段構え。主役は栗田武雄率いる大和武蔵を含む主力艦隊。この栗田艦隊がレイテ湾に突入し、敵の上陸船団を叩き潰す。だが、そこには大きな問題があった。レイテ湾の入り口にはアメリカの強大な機動部隊が立ちはだかっている。空母を何隻も従えた無敵の艦隊。まともにぶつかれば栗田艦隊はたどり着く前に沈められる。そこで考え出されたのが恐ろしいほど捨て身の作戦だった。おとりである別の艦隊がわざと敵の前に姿を晒し、機動部隊を北へおびき出す。その隙に栗田艦隊がガラ空きのレイテ湾へ突入する。そしてそのおとりに選ばれたのが他でもない日本海軍の誇りだった空母部隊である。かつて真珠湾で世界を驚かせたあの空母たち。だが今やその甲板に飛ばす飛行機はほとんど残っていない。わずか100機余り。敵を攻撃する力を失った空母はただ敵の目を引くための生きたおとりになり下がっていた。日本海軍が誇りとしてきた空母部隊が
最後は身を捨てるおとりの役目を背負わされたのだ。そしてこの作戦にはもう一つ致命的な弱点があった。本来栗田艦隊の頭上は味方の飛行機が守るはずだった。陸から飛び立つ基地の航空隊である。だがその航空隊もすでにズタズタに打ちのめされていた。つまり栗田艦隊は敵の飛行機が飛び交う空の下をまともな守りもないまま突き進むしかなかったのだ。海に浮かぶ巨大な戦艦も空からの攻撃にはあまりにも脆い。その現実が翌日渋谷海で牙を剥くことになる。こうして日本海軍のすべてがレイテの海へ動き始めた。レイテ湾を南北から挟み撃ちにする。それがこの作戦の大きな絵図だった。日本の艦隊は大きく4つに分かれて動き出す。まず北回りの主力第一遊撃部隊栗田艦隊、大和、武蔵、長門、戦艦から10巡まで30隻を超える最強の陣容だった。ブルネイを出た栗田艦隊はパラワン水道から渋谷海を抜け、サンベルナルジの海峡を越えてレイテ湾の北へ向かう。次に南回りの2つの艦隊。一つは西村昌司率いる部隊、老田戦艦、山城と扶桑。これらがス川海峡からレイテ湾の南へ突っ込む。もう一つが島清秀の第二遊撃部隊、10巡、那智と足柄。西村の後を追って同じス川海峡へ向かう。北の栗田と南の西村、島、2つの腕がレイテ湾を挟み込む。そして4つ目、北方のおとり、小沢寺三郎率いる機動部隊本隊。飛行機を失った空母をあえて敵の前にさらす部隊だ。この小沢艦隊がアメリカの機動部隊を北へ引き離す。3つの方向からレイテ湾を目指す。紙の上では見事な作戦だった。だがこの計画には初めからほころびがあった。南から突入する西村と島。実はこの2つの艦隊は指揮がバラバラだった。互いに細かな打ち合わせもないまま、ただ同じ海峡を前後して進んでいく。連携のはずが、実際はそれぞれが勝手に動く。このほころびが後にス川の海で悲劇を生むことになる。さらにこの作戦にはもう一つの無理があった。時間である。北の栗田と南の西村が10月25日の夜明けに同時にレイテ湾へなだれ込む。そういう時計仕掛けのような精密さを求められていた。だが艦隊同士は敵に居場所を知られないよう無線を封じている。互いに連絡もろくに取れないまま、離れた海を進む艦隊が分単位で息を合わせろというのだ。どこか一つでも遅れれば、挟み撃ちの歯車はその瞬間に狂い始める。そして実際、その歯車は最初の1日から狂っていくことになる。こうして4つの艦隊はそれぞれの海へ動き出した。10月23日、まだ夜も明けきらぬパラワン水道。ブルネイを出た栗田艦隊は細く狭いこの海の道を北へ急いでいた。だが、その暗い海の底に2隻の米潜水艦が息を潜めて待ち構えていた。ダーターとデース。2隻は前の晩から栗田艦隊の動きをじっと追い続けていたのだ。午前6時32分、ダーターの放った魚雷が闇を切り裂く。狙われたのは艦隊の先頭を行く従順アタゴ。栗田武雄が乗る機関そのものだった。4本の魚雷が立て続けに右舷へ突き刺さる。アタゴはみるみる傾いていった。そしてわずか20分余りで海に消えた。360名が艦と共に死んだ。司令長官の栗田は海に投げ出される。艦隊の最高指揮官が油の浮いた海を泳いだのだ。栗田は駆逐艦岸波にすくい上げられ、後に大和へ勝機を移す。だが悲劇はこれで終わらなかった。ダーターは続けて従順高尾にも魚雷2本を命中させる。高尾は大破し、戦列を離れてブルネイへ引き返していった。さらに午前6時57分、
今度はデースの魚雷4本が従順マヤの左舷を貫く。マヤはたった8分で沈んだ。336名が死んだ。戦いはまだ始まってもいない。なのに栗田艦隊はレイテを見ることもなく従順3隻を失った。だがこの2隻の潜水艦がもたらした本当の打撃は沈めた艦の数ではなかった。ダーターとデースは攻撃のずっと前から無電を撃ち続けていた。日本の大艦隊北上中と栗田艦隊の居場所は初日のうちに敵へ筒抜けになっていたのだ。こっそり忍び寄るという奇襲の望みはこの時点で消えた。翌日、渋谷海の空に敵の大編隊が現れることはもう約束されたようなものだった。なお、勝った側にも代償はあった。深追いしたダーターは夜の浅瀬に乗り上げ動けなくなる。乗員はデースに救われたが艦は捨てれられた。狩る側もまた無傷では帰れない海だった。そしてこの朝の悲劇は数字に現れない深い傷を艦隊に残していた。旗艦アタゴと共に司令部の通信員たちが海に消えたのだ。艦隊の耳と口が戦いの初日にもぎ取られた。この傷が後に栗田を深い霧の中へ迷い込ませていく。もう一つあまりにも痛ましい運命がある。マヤの生き残り769名は武蔵に移された。沈む艦からやっとの思いで助け出された男たち。その避難先の武蔵が翌日どんな運命をたどるか、この時まだ誰も知らない。時計仕掛けの歯車は初日から確かに狂い始めていた。10月に14日朝、栗田艦隊はフィリピンの内海渋谷海に入っていた。その頭上に予告通り悪夢が現れる。アメリカの艦載機、その大編隊だった。守ってくれる味方の戦闘機は空のどこにもいない。艦隊は裸のまま空からの攻撃にさらされた。そして敵機の群れはなぜか一隻の艦に殺到していく。世界最大の戦艦武蔵である。実は武蔵は出撃の直前塗装を塗り替えたばかりだった。明るい銀根津色。その色が海の上でひときわ目立ったと言われる。美しく塗られた巨体が皮肉にも絶好の標的になったのだ。写真は武蔵に魚雷が突き刺さったまさにその瞬間である。攻撃は朝から夕方まで6度の波となって襲いかかった。延べ250機以上。武蔵はたった一隻でその大半を受け止めた。魚雷20本、爆弾17発。普通の戦艦なら数本の魚雷で沈む。だが武蔵はそれだけの傷を受けてなお浮いていた。不沈艦と呼ばれた船の意地だった。しかし巨体は次第に傾き、速度は落ち、艦隊から遅れていく。艦橋には直撃弾が落ちた。艦長の井ノ口と平は右肩に重傷を負いながら指揮を続けた。そして艦の運命が決まった時、井ノ口は遺書と形見のシャープペンシルを副長に託す。自分は艦と共に残ると。井ノ口は旗甲板に立ち、海へ逃れていく部下たちを見送り続けた。煙を引いて傾いていく武蔵のこれが最後の姿だ。午後7時35分、武蔵はゆっくりと横転し、艦首から海に消えた。死んだ乗員は艦長以下1023名。その中には前の日マヤから救われたばかりの男たちもいた。一度は沈む艦から生き延びて、その翌日避難先の武蔵と共に海に沈んだのだ。117名。この海がどれほど無慈悲だったかをその数字が物語っている。武蔵は艦隊の盾となって死んだ。敵の攻撃を一身に引き受けたことで大和や他の艦は生き残った。だが世界最大の戦艦の最後をゆっくり悼む時間はない。実はこの日の午後、空襲の最中、栗田は一度艦隊を西へ反転させていた。的になり続けるのを避け、一旦敵の空襲圏を離れる。そういう判断だった。夕方空襲が止むと、栗田は再び東へ向き直る。そこへ
連合艦隊から一通の電報が届いた。天佑を確信し、全軍と突撃せよ。天の助けを信じて突っ込め。もはや神頼みのような命令だった。だがこの行き戻りで艦隊の歩みは大きく来る。レイテ突入は約束の時刻から7時間余り遅れることになった。南の西村艦隊と夜明けに同時に突入するはずが、その歯車はここで完全に噛み合わなくなったのだ。このズレが翌未明、摺顔海峡の悲劇をさらに深くする。そして武蔵の生き残りたちにも過酷すぎるその後が待っていた。救助された1376名。その多くはフィリピンに残され、今度は陸の戦いに投入される。そしてマニラの市街戦などで次々と死んでいった。帰国の船に乗れた420名も、その輸送船が米潜水艦に沈められ、300名が死んだ。武蔵の乗員およそ2400名のうち、再び祖国の土を踏めたのはわずか56名だったと言われる。武蔵の悲劇は沈没では終わらなかったのだ。栗田艦隊は傷だらけのまま、なおもレイテへの道を進まねばならなかった。同じ頃、南の海でももう一つの艦隊がレイテを目指していた。西村商事の艦隊である。戦艦の山城と扶桑、従順の最上、そして駆逐艦の道潮、朝雲、山雲、しぐれ、合わせてわずか7隻だった。10月に14日の夜、西村艦隊は暗い摺顔海峡へ入っていく。北の栗田艦隊が7時間も遅れていることを、西村がどこまで知っていたかはわからない。だが西村は歩みを緩めなかった。夜の闇に紛れてこそ7隻に勝機がある。そう考えていたのかもしれない。しかしその海峡の出口には想像を絶する罠が待ち構えていた。アメリカのオルデンドルフ部隊、戦艦6隻、巡洋艦10隻、駆逐艦28隻、さらに魚雷艇が約39隻、7隻に対して80隻以上という圧倒的な大軍だった。そしてこの米戦艦6隻には恐ろしい因縁があった。6隻のうち5隻はあの真珠湾で沈められた艦だったのだ。海底から引き上げられ、修理され、蘇った戦艦たち。真珠湾の亡霊が3年の時を超えて待ち伏せていた。これはアメリカにとって復讐の海だった。夜半、まず魚雷艇の群れが西村艦隊にまとわりつく。ついで米駆逐艦の魚雷が闇の中から次々と襲いかかった。午前3時10分頃、戦艦扶桑が飛来し、炎に包まれ、海峡に沈む。駆逐艦も山雲が沈み、道潮と朝雲が次々と脱落した。それでも西村はひるまなかった。残る艦を率いて、なおも海峡を突き進んでいく。そしてその先に、海峡の出口を塞ぐ形で、米戦艦の列が横一文字に並んでいた。長時戦法。敵はすべての砲を向けられ、こちらは前しか撃てない。海戦において、これ以上ない絶望的な形だった。しかも敵は、レーダーで闇の中の山城を正確に捉えている。写真は、まさにこの夜の海峡、闇を裂いた米戦艦の砲火である。午前3時後11分、集中砲火が始まった。見えない敵から一方的に砲弾の雨が降り注ぐ。山城は全身を炎に包まれながら、それでも砲を撃ち返し、前進をやめない。だが、午前4時19分、山城はゆっくりと横転し、海峡の水面から消えた。西村商事も艦と共に死んだ。乗っていたおよそ1500名のうち、生き残った者はわずか10名ほどだったと言われる。実は西村は、この少し前、飛行士だった息子をこのフィリピンの空で亡くしていたと言われる。父は息子の眠る海で死に場所を求めていたのかもしれない。その心の内はもう誰にもわからない。先に沈んだ扶桑も生き残りはごくわずかだったと言われる。2隻の老戦艦に乗っていたおよそ3000名、そのほとんどがこの暗い海峡で
死んだ。一方、アメリカ側の損害は、味方の誤射で傷ついた駆逐艦が1隻ほどだった。戦いというより、それは一方的な処刑に近かった。そしてこのスリガオ海峡の野戦は、海戦の歴史に特別な名を残すことになる。戦艦と戦艦が砲で撃ち合った史上最後の戦いである。数百年続いた大きな艦と大きな砲の時代は、この夜、この暗い海峡で事実上の幕を下ろしたのだ。そしてこの海峡の底にも現代の後日談がある。2017年、調査船ペトレルの無人潜水艇がスリガオの海底で西村艦隊を発見した。山城も扶桑も逆さまになったまま静かに横たわっていた。画面にあるのはその時撮影された山城のスクリューである。サンゴをまとった巨大な羽に70年余りの時が積もっている。こちらは扶桑のプロペラ。3000名が眠る海の底で、艦たちは今もあの夜のままである。こうして西村艦隊は一夜にしてほぼ全滅した。7隻のうち海峡を生きて抜け出した艦はただ1隻だけだった。全滅の海峡からただ1隻生きて戻った艦がある。駆逐艦シグレ。この艦にはある異名があった。幸運艦である。呉の雪風、佐世保のシグレ。海軍でそう並び称された2隻の駆逐艦、サンゴ海、ガダルカナル、ベラ湾。数々の激戦をくぐり抜け、シグレはその度に生きて帰ってきた。アメリカの海軍士官さえこの艦を不滅の艦と書いたほどだった。そしてこのスリガオでもシグレの幸運は途切れなかった。敵の8インチ砲弾が一発艦の後部に命中する。砲弾は燃料タンクを貫いた。だが爆発しなかった。不発だったのである。爆発していればシグレもまた海峡に消えていた。まさに紙一重の奇跡だった。火事をやられ、一時は炎の海峡を漂流する。それでも乗員は応急修理をやり遂げ、シグレは再び動き出した。艦長の西野茂は艦を南へ向ける。仲間の艦がすべて沈んだ海峡を背にして、シグレはたった一隻で夜の海を戻っていった。その退避の途中、シグレはある艦隊とすれ違っている。西村艦隊の後を追ってきた島艦隊である。燃える海峡へこれから入っていく味方の艦隊。すれ違いざま、シグレは信号を送った。我シグレ、火事、故障す。たったそれだけ。全滅の海峡の入り口で交わされたあまりにも短い言葉だった。この島艦隊がどう動いたかは後ほど見ることになる。その感情から乗員たちは何を見ただろう。つい数時間前まで共に進んでいた6隻の仲間はもうこの世のどこにもいない。生き残るということは時に死ぬことよりも重いのかもしれない。だが幸運艦の物語にも終わりは来る。翌年1945年1月24日、マレーの沖、シグレは米潜水艦ブラックフィンの魚雷を受けた。艦は中央から2つに折れ、10分余りで沈んだ。あれほど死をすり抜けてきた幸運はついに尽きたのだ。なお並び称されたもう一隻の幸運艦、呉の雪風はこのレイテでも栗田艦隊の中で生き残った。そして終戦の日までついに沈まなかった。同じ幸運を分け合った2隻のこれが分かれ道だった。スリガオの生き証人はこうして海に消えた。だがシグレが持ち帰った西村艦隊最後の記録は今もあの夜の海峡を私たちに伝えている。シグレとすれ違った島清秀の艦隊はそのままスリガオ海峡の奥へと入っていった。10巡の那智と足柄、京巡の阿武隈、そして駆逐艦西村艦隊のおよそ1時間後を進んでいた。だがその1時間の差が生と死を分けることになる。海峡に入った島艦隊が目にしたもの、それは一面の燃える海だった。重油が燃え広がり、
艦の残骸が炎を上げて漂っている。つい先ほどまで西村艦隊だったものが海のあちこちで火となって燃えていた。まず魚雷艇の襲撃が島艦隊を出迎える。慶順の阿武隈が飛来し、隊列から落後した。さらに炎の中から一隻の巨大な影がぬっと現れた。従順最上、西村艦隊の生き残りだった。最上は艦橋に直撃弾を受け、艦長以下の幹部が全滅していた。指揮する者のいない艦が炎に包まれたまま、それでも動き続けていたのだ。機関那智は最上が止まっていると思い込んだ。そのまま前を横切ろうとする。だが最上は時速15キロほどでなおも前進していた。2隻の従順は闇の中で衝突する。那智の艦首が潰れた。味方同士の衝突で機関が傷つく。もはや戦いどころではなかった。島は決断する。このまま進んでも西村艦隊の二の舞になるだけだ。戦機はすでに失われたと。島は疑わしい敵へ魚雷を放つと艦隊を反転させた。命令を待たない独断の撤退だった。燃える最上は駆逐艦のあけぼのに守られ海峡を離れる。だが傷は深く、その日の昼過ぎ海に沈んだ。190名が死んだ。島の反転には今も2つの見方がある。全滅していく友軍を見殺しにしたという批判。無意味な死から部下を救った冷静な判断だという擁護。事実として島艦隊の主力はこの海峡から生きて戻った。だがその後日談も記しておかねばならない。落後した家伊集院阿武隈は翌日敵の爆撃機に捕まり沈んだ。艦の那智も翌月マニラの湾で空襲を受けて沈む。爆弾の水柱に囲まれ必死に舵を切る那智。この写真がその空襲の一部始終を伝えている。反転で持ち帰ったはずの艦も結局この戦争の外へは逃れられなかったのだ。守れた命と守れなかった約束、その重さは今も計りにかけられたままである。そして覚えておいてほしい。この日、南の海で一つの艦隊が反転した。その数時間後、北の海でももう一つの、そして歴史に残る反転が起きることになる。舞台は北の海へ移る。おとりの任務を背負った小沢寺三郎の艦隊である。空母の随閣、随砲、千歳、千代田、航空戦艦の伊勢と日向を合わせ17隻。ただし飛行機はおよそ100機しかない。この艦隊の任務はただ一つ、敵に見つけてもらうことだった。わざと姿を晒し、アメリカの機動部隊を北へ吊り上げる。小沢はあの手この手で敵の気を引こうとした。封じていたはずの無電をわざと垂れ流す。なけなしの攻撃隊まで飛ばしてみせた。だがここで悲しいすれ違いが起きる。敵は栗田艦隊への攻撃に夢中で、おとりの小沢にまるで気づかないのだ。見つかるために来たのに見つけてもらえない。おとりとしてはこれ以上ない屈辱だった。しかし10月に14日の午後、米軍の偵察機がついに小沢艦隊を発見する。その瞬間、アメリカの刀匠ハルゼイは食いついた。日本の空母がいる。ならば叩き潰すまでと、ハルゼイは第三艦隊の全力を北へ向けた。空母10隻余り、艦載機600機。当時世界最強の艦隊が丸ごとおとりを追いかけたのだ。そしてレイテ湾の北の入り口、サンベルナルジの海峡からアメリカの艦隊が消えた。贋木である小沢のおとりは完璧なまでに成功した。だがその成功の代償は翌朝から容赦なく取り立てられることになる。10月25日、縁河の岬の沖、朝から夕方まで延べ500機を超える波状攻撃が小沢艦隊を襲った。守る戦闘機はほとんどない。空母の千歳がまず海に沈む。続いて随砲も。航行不能となった千代田は艦隊から取り残され、夕刻追いついた米巡洋艦の砲撃で沈められた。千代田の乗員は
ほぼ全員が帰らなかった。そしてこの北の海にはもう一隻忘れてはならない艦がある。駆逐艦初月。その夜、生き残りの救助にあたる両艦を逃がすため、初月はたった一隻で追撃してきた米巡洋艦部隊の前に立ちはだかった。写真の先行はまさにその夜、初月に向けられた米艦隊の砲火である。巡洋艦の群れを相手に駆逐艦が一隻、勝ち目などあるはずもない。それでも初月はおよそ2時間戦い続けた。そのあまりの奮戦にアメリカ側は複数の艦と戦っていると思い込んだほどだった。そして初月は夜の海に沈んだ。乗員のほとんどが艦と共に死んだ。仲間を逃がすためだけの2時間だった。おとりの艦隊はその名の通り身を食いちぎられていった。そして最後に残った一隻の空母に歴史は特別な最後を用意していた。鳥艦隊に最後まで残った空母、それが瑞鶴だった。この艦の名を覚えているだろうか。3年前のあの真珠湾、ハワイを攻撃した日本の空母は6隻あった。赤城、加賀、宗龍、飛龍、昇格、そして瑞鶴。世界を驚かせた栄光の6隻である。だが赤城、加賀、宗龍、飛龍はミッドウェーで沈んだ。姉妹艦の昇格もマリアナの海に消えた。残ったのは瑞鶴ただ一隻。開戦の日から3年、すべての空母戦を戦い抜いた歴戦の艦だった。その最後の空母が今おとりとして敵の大軍の前に身をさらしている。真珠湾で世界を驚かせた翼が最後は翼を持たないおとりとして死のうとしていた。10月25日、波状攻撃の中で瑞鶴には魚雷6本と爆弾7発近くが突き刺さった。もはや艦を救う道はない。午前10時後14分、小沢は勝機を京順大淀へ移す。小沢自身は瑞鶴と共に死ぬつもりだった。だがおとりの任務はまだ終わっていないと説得されての異常だった。そして午後1時27分、貝塚艦長が最後の命令を下す。総員、発着甲板に上がれ。大きく傾いた飛行甲板に乗員たちが集まってくる。そしてマストの軍艦機が静かに下ろされていく。傾く甲板の上で乗員たちはその旗に敬礼した。万歳の声が海の上に響いたという。この光景は一枚の写真として今も残されている。沈みゆく艦の上で旗を見送る男たち。戦争の写真の中でもこれほど静かでこれほど悲しい一枚は少ない。午後2時14分、瑞鶴は立ち上がるように艦首を天へ向け海中へ滑り落ちた。843名が艦と共に死んだ。真珠湾からちょうど3年、あの開戦の日に始まった日本の空母の物語はこの瞬間沿岸の海で幕を閉じたのである。なおこの絶望的な空襲の中で航空戦艦の伊勢と日向は巧みな舵さばきで爆弾をかわし続けた。そして生きて日本へ帰り着く。全滅していく艦隊の中の数少ない例外だった。生き残った小沢は戦後おとりの任務を完璧に果たした名将と称えられた。だが小沢自身はその名誉を誇ることがなかった。多くの部下を死なせたおとり作戦を生涯静かに背負い続けたという。そして忘れてはならない。おとりの成功はそれだけではただの犠牲に過ぎない。主力の栗田艦隊がガラ空きのレーテ湾へ突入して初めて瑞鶴たちの死は報われるのだ。ではその栗田艦隊は今どこで何をしているのか。部隊はサマールの沖へ移る。時を少し遡る。10月に14日の深夜、武蔵を失った栗田艦隊はサンベルナルジの海峡に差し掛かっていた。強大な敵が待ち構えているはずのレイテ湾の北の入り口。だが誰もいなかった。敵の艦は一隻も見当たらない。春勢の大艦隊は小沢のおとりを追って
北へ消えていたのだ。命がけのおとりがこじ開けた道。栗田艦隊は無人の海峡を静かに通り抜けた。そして10月25日、夜明け、サマール島の沖をレイテ湾へ向けて南下していたその時、水平線の向こうに見張り員が信じられないものを見つける。艦営、それも平らな甲板を持つ艦、空母だ。敵の空母部隊が目の前にいる。栗田艦隊の司令部は色めきだった。あれはアメリカの正規空母、その大機動部隊に違いないと。だがこれは大きな5人だった。目の前にいたのはタフィ3と呼ばれる護衛空母の群れ。商船の船体を改造した小さな空母6隻と護衛の商艦7隻。速度は遅く、装甲は薄い。上陸部隊を支援するためのいわば裏方の艦隊だった。主力の機動部隊は遥か北で小沢を追いかけている。だが栗田艦隊はそれを知らない。夢にまで見た空母との決戦が目の前に転がり込んできた。そう信じたのだ。なぜこれほどの見間違いが起きたのか。栗田艦隊には敵を確かめる偵察機がほとんど残っていなかった。そして司令部の男たちはもう3日ろくに眠っていない。機関の沈没、武蔵の死、絶え間ない空襲。疲れ果てた目には願望が混じっていたのかもしれない。敵の主力を今ここで叩けるという願望が。午前7時前、戦いの火蓋が切られる。この時、世界最大の戦艦ヤマトの46センチ主砲が生涯でただ一度敵の艦に向けて火を吹いた。史上最大の巨砲が実際の海戦で敵艦を撃った最初で最後の瞬間である。巨弾が小さな護衛空母の周りに水柱を上げる。米艦隊はスコールと煙幕に紛れ必死に逃げまとった。戦艦が空母を砲撃で追いかける。海戦の歴史でもほとんど例のない異様な追撃戦だった。だがこの追撃は初めから乱れていた。千載一遇の好機を前に栗田司令部は全軍突撃を命じる。隊形を整える時間さえ惜しんだのだ。各艦はバラバラに獲物を追い始めた。この統率を欠いた追撃がやがて思わぬ代償を招くことになる。タフィ3は絶体絶命。だがこの小さな艦隊はただ逃げるだけでは終わらなかった。逃げ惑う護衛空母を守る者。それはわずかな駆逐艦だけだった。その中の一隻、ジョンストン。艦長はアメリカ先住民の血を引くアーネスト・エバンス。エバンスは命令を待たなかった。隊列を離れるとたった一隻で日本の大艦隊へまっすぐ突っ込んでいったのだ。戦艦と従順の群れに駆逐艦が一隻。それは象の群れに挑む犬のような突撃だった。午前7時24分、ジョンストンの放った魚雷が従順熊野の艦首を引きちぎる。熊野は速度を失い、戦列から脱落した。この捨て身の反撃に他の将艦たちも続いていく。駆逐艦ホーエル、そして駆逐艦よりさらに小さな護衛駆逐艦サミュエル・ B ・ロバーツ。煙幕を張り、肉薄し、魚雷を放ち、小さな艦たちが巨艦の群れをかき回した。空からも米軍の艦載機が襲いかかれ、爆弾が尽きても彼らは突っ込むのをやめなかった。弾のない機体で偽の突入を繰り返し、日本艦隊の足を止めたのだ。この必死の抵抗は日本側に深い傷を負わせていく。従順鈴谷は至近弾で自らの魚雷が誘爆し沈んだ。従順鳥海も動けなくなり、味方の手で処分された。従順千曲もまた航行不能となり海に消えた。サマールの朝だけで従順3隻。そしてここにもむごい連鎖が待っていた。鳥海の生存者を乗せた駆逐艦藤波は数日のうちに空襲で沈む。千曲の生存者を乗せた駆逐艦野脇もその夜のうちに全滅した。一度救われた男たちは救ってくれた艦もろとも海に消えたのだ。生き残った者はほとんどいない。一方、日本側の砲撃も確実に敵を捉えていた。午前9時11分、護衛空母ガンビアベイが沈む。炎に包まれたその最後の姿を
この一枚が捉えている。海戦の歴史で砲撃によって沈められたただ一隻のアメリカ空母である。ホーエルもサミュエル・ B ・ロバーツも沈んだ。そしてあのジョンストンにも最後が来る。午前10時10分、包囲され砲弾を浴び尽くしたジョンストンはゆっくりと海に沈んでいった。エヴァンス艦長も327名の乗員のうち186名も帰らなかった。この時、そばを通った日本の駆逐艦の艦上で一人の士官が沈みゆくジョンストンに敬礼を送ったという。敵ながら見事な戦いぶりだったと。国は違えど命を懸けて仲間を守る姿は同じだった。ところでこの追撃戦には奇妙なことがあった。時速わずか35キロほどの足の遅い護衛空母に日本の艦隊はどうしても追いつけなかったのだ。バラバラの追撃、スコール、そして将官たちの必死の妨害、距離はなかなか縮まらない。すると司令部はこう考えた。これほど逃げ足が速いのはやはり正規空母だからだと。5人が5人を強めていく。そして戦いの後、栗田司令部は信じ込んでいた。敵の正規空母を何隻も沈めた大戦果だと。だが実際に沈めたのは小さな護衛空母ただ一隻。この思い込みがこの後の判断を大きく歪めていくことになる。一方、タフィ3の司令官スプレイグは後に語っている。あの状況で全滅を免れたのは神の助けとしか思えないと。それほどの紙一重を分けたのは小さな艦と飛行機の捨て身だった。サマールの海は日米双方の勇気とそのどちらをも飲み込んでいった。そしてこの物語には現代の後日談がある。2021年、フィリピン海の深海でジョンストンの船体が発見された。水深およそ6400メートル。当時人類が潜水艇で到達した最も深い沈没艦だった。画面の写真がその時撮影された実際のジョンストンの艦首である。暗闇の中に船体番号の557が今もはっきりと読める。翌2022年にはサミュエル・ B ・ロバーツも見つかった。水深およそ6900メートル。確認された沈没船として世界で最も深い。写真はその海底に立つ魚雷発射艦。巨大な艦隊に挑んだ小さな艦たちは今も深海で眠り続けている。同じ10月25日の朝、この海戦の陰でもう一つの歴史が動いていた。フィリピンの陸の基地から5機のゼロ戦が飛び立ったのである。それぞれの機体に250キロ爆弾をくくりつけて、神風特別攻撃隊、敷島隊、爆弾もろとも敵の艦に体当たりする。生きて帰ることを初めから捨てた攻撃隊だった。発案したのは海軍中将大西田喜次郎。まともな攻撃ではもう敵艦に爆弾を当てられない。ならば飛行機ごとぶつけるしかない。追い詰められた末の下道の戦法だった。隊長は関幸夫23歳。その年の春に結婚したばかりの新婚の若者だった。敷島隊はこの日まで4日間繰り返し出撃しては敵を見つけられず引き返していた。死を覚悟して飛び立ち、生きて帰り、また翌日死を覚悟する。そして5度目のこの朝、午前10時49分、サマールの沖、敷島隊はついに敵を捉えた。眼下にいたのはあのタフィさん。栗田艦隊の砲撃を命からがら生き延びたばかりのあの艦隊だった。砲撃の恐怖が去ってまだ1時間も経たない。その頭上から今度はゼロ戦が突っ込んでくる。関たちの機体は次々と護衛空母へ向かって落ちていった。一機が護衛空母セントローの甲板を貫く。誘爆が艦を引き裂き、セントローは沈んだ。114名のアメリカの若者が死んだ。体当たりで敵の艦を沈めた史上初の組織的な特攻。その成功は直ちに大戦果として報じられた。体当たりは効く。そう証明されてしまった瞬間、特攻はもう止まらなくなった。
この日から終戦までに数千の日本の若者が爆弾を抱いたまま帰らぬソーレへ飛び立っていくことになる。そもそもこの最初の特攻にははっきりした目的があった。栗田艦隊のデイテ突入を助けることである。敵の空母の甲板を潰し、飛行機を飛べなくする。主力が湾に突入するための道を開く。そのために若者たちは命を捨てたのだ。だが、歴史は残酷である。関たちが体当たりしたまさにその頃、助けるはずだった栗田艦隊はデイテ湾に背を向けようとしていた。命と引き換えの支援は行き場を失おうとしていたのである。振り返れば、この10月25日という一日は歴史の恐ろしい交差点だった。同じ朝、同じ海で戦艦同士の最後の砲撃戦が終わり、最初の特攻が始まった。大きな艦と大きな砲の時代が幕を下ろし、人間そのものを弾丸にする時代が幕を開けたのだ。レイテの海はその両方を見届けた海だった。10月25日午前9時過ぎ、栗田はバラバラになった追撃を打ち切り、艦隊の集結を命じた。体勢を立て直し、進路を再びレイテ湾へ向ける。目的地まではあとわずか。数時間も走れば湾の中へなだれ込める距離だった。その湾内にはアメリカの輸送船団がずらりと並んでいる。守るべき艦隊は出払ったまま、まさに丸裸だった。この船団を叩くために武蔵は沈み、西村艦隊は全滅し、小沢の空母たちはおとりとなり、そして関たちは体当たりで死んでいった。すべての犠牲がこの最後の一月のために捧げられていた。作戦の成否を決めるその瞬間が今目の前に来ていたのである。正午過ぎ、旗艦大和の艦橋、一通の電報が司令部に届く。北方に敵機動部隊あり、その知らせをめぐって参謀たちの激論が始まった。このまま湾へ突入するか、それとも北の機動部隊へ向かうか。そして栗田武雄は決めた。反転、進路、北。午後1時前、栗田艦隊はレイテ湾に背を向けた。世に言う栗田ターンである。あと少しで届く敵を前に、日本の主力艦隊はくるりと向きを変え、戦場を去り始めたのだ。各艦の乗員たちはその進路に当惑したと伝えられる。湾は目の前ではないのか。なぜ今引き返すのか。だが命令は命令だった。この時大和には戦艦部隊を預かる猛将宇垣まとめも載っていた。後に宇垣はその日記にこの火の無念をにじませて書き残している。栗田艦隊は北の敵機動部隊を求めて走った。しかしそこに敵の姿はなかった。電報の示した海域に機動部隊などいなかったのである。幻を追った艦隊はそのまま夜サンベルナルジの海峡を抜け戦場を後にした。こうして市場1号作戦は終わった。レイテ湾の輸送船団はついに一発の砲弾も受けなかった。一方アメリカの側でもこの反転は信じがたい出来事だった。全滅を覚悟していたタフィ3の艦上で一人の水兵がこう叫んだと伝えられている。なんてことだ。奴ら逃げていくぞ。それは喜びではなく、ただ呆然とした叫びだった。敵にとってさえ栗田ターンは理解のデフィニションの謎もだったのである。武蔵の1023名も西村艦隊の約4000名も水沢の843名もその犠牲が開いた道の先に主力は進まなかった。なぜ栗田は反転したのか。栗田自身は戦後その理由をほとんど語らないまま1977年88歳でこの世を去った。残されたのはいくつもの説である。ここからは栗田ターンをめぐる7つの説を一つずつ根拠と弱点を確かめながら見ていこう。あなたはどの説にうなずくだろうか。まずは説の一つ目、最も有力とされる幻の敵機動部隊説である。これはこういう説だ。栗田は湾の中の輸送船よりも北にいるはずの
敵の機動部隊を叩くことを選んだ。そのきっかけがあの電報だった。通称焼き市家電。焼き市家とは海図の上の地点を表す暗号の呼び名である。その地点に敵機動部隊ありという知らせだった。この説には本人の裏付けがある。多くを語らなかった栗田が戦後珍しく理由に触れているのだ。あれは三河長官の元から届いた電報だった。信頼できる筋の情報だったから北へ向かったと。軍事的に見ればこの判断には一応の筋が通っている。湾内の輸送船はすでに荷を下ろし終えた空の船かもしれない。空船を沈めても戦局は変わらない。それより敵の機動部隊を叩く方が戦果は大きい。武蔵や仲間たちの仇も撃てる。司令部がそう考えたとしてもおかしくはない。だがこの説には大きな弱点がある。第一に、その電報が示した海域に敵の機動部隊はいなかった。幻である。しかもこの電報が一体誰が撃ったものなのか、その出所は今日に至るまではっきりしていない。さらに戦後研究者たちはこの焼き市家電の実物を探し続けた。だが奇妙なことに該当する伝聞は通信記録のどこからも見つかっていないと言われる。本当にその電報は存在したのか。存在したのなら誰が何のために撃ったのか。この謎は後に紹介するある異端の説へとつながっていく。第2に、北へ向かった栗田艦隊は結局敵に会うこともなく、ただ戦場を去っただけに終わった。そして第3に、そもそも小1号作戦の目的は輸送船団の撃滅だった。その目的を現場の判断で勝手に変えてよいのか、作戦そのものの放棄ではないのかという批判である。公式の説明としては一番筋が通るこの説だが、どうしても疑問が残る。出所もわからぬ電報一本で数千の犠牲を払った建根一滴の作戦を捨てられるものだろうか。その疑問があるからこそ、この後に続くいくつもの説が生まれたのである。説の二つ目は通信断絶と情報不足説。栗田は知らなかったのだという説である。思い出してほしい。小沢のおとりは完璧に成功していた。春勢の大艦隊は遥か北へ釣り出されていた。つまりレイテ湾への道は開いていたのだ。もし栗田がその事実をはっきり知っていたなら、安心して湾へ突入できたはずである。だがその決定的な情報が栗田のもとには届いていなかったというのだ。なぜか。ここであのパラワン水道の悲劇が効いてくる。旗艦アタゴが沈んだ時、司令部を支える通信員たちが艦もろとも海に消えた。移った先の大和の通信設備は艦隊全体を裁く作りではない。栗田艦隊の耳と口は戦いの前から傷ついていたのである。作家の半藤勝利はこう指摘している。小沢はおとりの成功を知らせる電報を複数回撃っていた。我、敵機動部隊を北方に誘引しつつあり、と。だが、その知らせが栗田の手元で生かされた形跡はない。おとりの男たちが命がけで作った知らせはどこかで消えてしまったのだ。つまり栗田は春勢の大艦隊がどこにいるのかわからないまま戦い続けていたことになる。見えない敵ほど恐ろしいものはない。北方に敵というあの焼き一家伝に飛びついたのもその恐怖のせいだったと考えれば筋は通る。だがこの説にも弱点がある。第一に、情報がないのはどの艦隊も同じだった。わからないならわからないなりに作戦の目的を貫くべきではなかったのか。第二に、小沢の電報は本当に届かなかったのか。届いたのに混乱の中で見落とされたのではないか。だとすればそれは通信の悲劇ではなく司令部の落ち度である。実はこの通信の霧は日本だけのものではなかった。同じ日、アメリカ側でも一通の電報が大騒動を起こしている。おとりを追う春勢のもとに上司のニミッツから
問い合わせが届いた。第34任務部隊はどこにいるのか。そしてその文末にも暗号の決まりで意味のない飾りの言葉が付け加えられていた。世界が知りたがっている。ただの詰め物の言葉が偶然文章として読めてしまったのだ。ハルゼイはこれを痛烈な嫌味と受け取った。猛将は激怒し、帽子を床に叩きつけて泣いたと伝えられる。そしてハルゼイは目前の小沢艦隊への追撃を打ち切り、南へ反転した。つまりこの日、通信の行き違いは日本とアメリカ両方の艦隊を反転させたのである。霧の中で戦っていたのは栗田だけではなかった。情報の霧は確かに栗田を包んでいた。だが霧の中でどこへ舵を切るかは最後は指揮官の決断だった。この説は反転の背景としては大きな説得力を持つ。だが単独で謎を解き切るにはまだ足りないのである。説の3つ目はもっと現実的な説である。戦力消耗と燃料危機説。もう艦隊がボロボロだったのだという説だ。振り返ってみてほしい。パラワン水道で愛宕とマヤが沈み、高尾が去った。渋谷海では武蔵が沈み、妙高が傷ついて離れた。サマールの朝には鈴や鳥海、千曲を失い熊野も脱落した。出撃した時の従順は10隻。そのうち6隻が失われ、2隻が傷ついて戦列を去っていた。艦隊の骨格が丸ごと揉み取られていたのである。さらに深刻だったのが燃料だった。3日間の高速の航海と戦闘、特に小さな駆逐艦の燃料はもう心細くなっていた。ここで湾に突入し暴れ回れば帰りの燃料が足りなくなるかもしれない。このまま進めば艦隊は全滅する。司令部がそう考えたとしても何の不思議もない。人間としてあまりにも自然な判断である。だがこの説には根本的な反論がある。そもそも小1号作戦とは何だったのか。隊と引き換えにしてでも敵の上陸部隊を叩く。初めからそういう捨て身の作戦だったはずである。損害が大きいから引き返すというのなら、この作戦は最初から成り立っていない。思い出してほしい。渋谷海で栗田が一度西へ反転した時、連合艦隊はこう打電してきた。天佑を確信し、全軍と突撃せよ。天の助けを信じて突っ込め。と。つまり中央は損害を理由に止まることを認めていなかった。だとすれば、この2度目の反転は事実上命令に背くことにも近い重い判断だったのである。そしてもう一つ、歴史は残酷な答え合わせをしている。反転で持ち帰った艦たちはその後どうなったか。戦艦金剛は翌月、米潜水艦に沈められた。大和は翌年、片道の特攻で海に沈む。長門は動く燃料もないまま港で終戦を迎えた。命がけで温存した艦隊は結局レイテ以外の海でほとんど戦果もなく消えていったのだ。しかも反転は艦隊を救いさえしなかった。翌26日、引き上げる栗田艦隊に敵の飛行機が追いすがる。帰り道の空襲で慶順の野城が沈み、駆逐艦も失われた。戦いに背を向けても空は待ってくれなかったのである。あの日突入していればと、そう考えたくなる気持ちはこの結果を知るほどに強くなる。ただしこれは後から歴史を知る者の後知恵でもある。あの日の環境で未来は見えない。見えない未来の中で目の前の損害だけが確かだった。この説は栗田司令部の心を一番人間らしく説明する。だが同時に作戦の意味そのものを問い直してしまう説でもある。説の4つ目はもっと根の深い話である。作戦目的への疑問説。栗田司令部はそもそもこの作戦に納得していなかった。そういう説だ。背景には日本海軍の長い伝統がある。艦隊決戦という思想だ。日本海海戦でロシアの大艦隊を打ち破って以来、敵の艦隊を撃滅することこそ海軍の本分とされてきた。軍艦とは軍艦と戦うためのもの。
輸送船を沈める仕事はどこか格下に見られていたのである。そんな海軍の男たちに正一号作戦は何を命じたか。世界最大の戦艦ヤマトを輸送船叩きに突っ込ませろ。しかも生きて帰れるかどうかもわからない。司令部の中に不満がなかったはずがない。輸送船のために艦隊を沈めるのか。どうせ死ぬなら敵の機動部隊と衆を消したい。そういう思いが出撃の前からくすぶっていたと言われる。だとすればあの焼き市家伝はまさに渡りに船だった。気の進まない任務を捨て望んでいた決戦へ向かう。そのための格好の口実になったのではないか。これがこの説の見立てである。しかもこの説には見逃せない材料もある。出撃の前、司令部と上層部の間で敵の機動部隊が現れた場合はその撃滅を優先してよい。そんな趣旨の了解が交わされていたとも言われているのだ。もしそうならあの反転は独断ですらない。あらかじめ認められていた選択肢の一つだったことになる。ただしこの了解がどこまで正式なものだったのかは今も議論が分かれている。だが弱点もはっきりしている。第一にそれは作戦目的の独断による放棄である。軍の規律としてあってはならないことだ。第二に空船という見立ては誤りだった。湾内には揚陸の最中の輸送船と山積みの物資があった。突入していればマッカーサーの上陸作戦は大きく傷ついたはずである。写真はまさにその上陸の日、波を分けて進むマッカーサーの姿である。そして第三にこれが一番重い。鳥の小沢も全滅した西村も体当たりした関たちもすべては輸送船団を叩くという目的のために死んでいった。その目的を格下の仕事と軽んじたのだとしたら、それはあの日のすべての犠牲を軽んじたことになる。さらにこの説と食い違う有名な訓示がある。出撃の前、ブルネイの停泊地で栗田は作戦に疑問をくすぶらせる部下たちを集め、こう語った。国が滅びるという時に艦隊だけが無傷で残ったら世界の物笑いになるではないかと。艦隊を惜しむな。そう言って部下を奮い立たせたのは他ならぬ栗田自身だった。その男が艦隊を惜しんで反転したというのはどうにも筋が合わないのである。もしこの説が正しいなら、栗田ターンは迷いの末の判断ではなく、初めから突入する気のなかった確信犯の反転ということになる。7つの説の中でもこれは最も重い問いを突きつける説である。説の5つ目は人間の限界の話である。ヒロと真理的限解説。司令部はもうまともな判断ができる状態になかったという説だ。栗田たちがあの3日間に浴びたものを並べてみよう。1日目の朝、旗艦アタゴが足元から轟沈した。栗田は油の浮いた海に投げ出され泳いだ。この時栗田は55歳である。その日のうちにマヤも沈み、高尾も去った。2日目は朝から夕方まで6度の空襲。目の前で武蔵がなぶり殺しにされていった。その夜は敵が待つはずの海峡を緊張の極限で通り抜ける。そして3日目の朝からサマールの追撃戦である。つまり司令部の男たちはおよそ3日72時間近くほとんど眠っていない。死の恐怖と緊張と責任の重さにさらされ続けたまま。現代の研究でも極度の睡眠不足は人の判断力を鮭に酔った時のように狂わせることが分かっている。前に見たあの護衛空母の5人も疲れ果てた目が生んだ願望混じりの見間違いだった。そしてこの説はあの謎にも一つの答えを出す。艦隊を惜しむなと訓示した栗田がなぜ艦隊を引き上げたのか。栗田が変わったのではない。まともに考える力そのものがもう残っていなかったのだと。だがこの説にも弱点はある。第一に決定的な証拠がない。当時の公式の報告でヒロが反転の理由とされたことはない。
第2に、同じ披露の中でも突入を選ぶ指揮官はいたかもしれない。結局は指揮官の資質の話になってしまうのだ。そして第3に、披露は説明にはなっても弁明にはならない。眠っていない指揮官の人損で数千の犠牲が宙に浮いたのだから。多くの歴史家はこの披露を単独の答えではなくすべての説の土台として挙げている。誤った情報も燃料の不安も決戦への未練も疲れ果てた頭の中では何倍にも膨らんで響いたはずである。披露は答えそのものではなくあらゆる迷いを増幅させた増幅器だったのかもしれない。そして最後に一つの証言を添えておきたい。多くを語らなかった栗田が戦後の取材にぽつりと漏らしたと伝えられる言葉がある。私は疲れていたのかもしれない。謎を残したまま去った男の数少ない肉声の一つが他でもないこの披露だったのである。説の6つ目は最も文学的で、そして最も美しい説である人道的判断説。栗田は部下の命を守るために反転したのだという説だ。この説を世に問うたのは作家の大岡昇平。大岡自身フィリピンの戦線に送られ捕虜となって生き延びた。その大岡が10年近い歳月をかけて書き上げたのが戦記文学の金字塔レイテ戦記である。大岡はこの本の中でこう見立てた。レイテ湾への突入は事実上の海上特攻だった。袋のような湾に入れば退路はない。数千の乗員もろとも玉砕するだけの無意味な死。栗田はその無意味な死を身をもって拒否したのではないかと傍証もある。栗田は戦後無益な殺生を避けたかったと示唆したと伝えられる。そしてこの説はあの最大の謎に答えを出せる。なぜ栗田は生涯弁明しなかったのか考えてみてほしい。もし部下の命を守るための反転だったなら、そう語れば栗田は美談のあるになれたはずである。だが当時の日本でそれは許されない理由だった。命が惜しくて逃げたと後ろ指を刺されるだけの言い訳。武人として口が裂けても言えない理由だったのだ。だから黙った。臆病者の汚名を一人で黙って被ることで栗田は数千人の部下を生きて家族のもとへ返したのではないか。そう考えたとき、あの沈黙の意味は反転する。語らなかったことこそが答えだったのかもしれないと。そして思い出してほしい。同じ日同じ海で大西滝次郎は若者に体当たりを命じ特攻を生んだ。栗田武雄は艦隊の特攻を拒み部下を連れて帰った。特攻を命じた男と拒んだ男が同じ10月25日の海にいたのである。だがこの美しい説にも反証はある。第一に当時の記録に人道的な配慮の形跡は見当たらない。後付けの美化だという批判は根強い。第二に西村艦隊はどうなのか。全滅していく友軍を横目に自分の艦隊だけを連れ帰った男を人道の人と呼べるのかという問いである。そして第三に美しい物語ほど歴史では疑わなければならない。歴史は文学ではないからだ。さらにこの説には一番重い問いが残されている。大岡昇平がレイテ戦記で本当に書いたのは海の戦いではなくその後の島の戦いだった。栗田が去った後もレイテ島では地上の戦いが続いたのである。海からの支援を断たれたままおよそ8万の日本兵が飢えと戦いの中で死んでいった。栗田が艦隊の数千人を救ったのだとしても、そのレイテ島には見捨てられた命と置き去りにされた命。人道とは一体誰にとっての人道だったのか。捕虜として生き延びた大岡はその両方を見つめながらあの本を書いたのである。証明もできず反証もしきれない。だがこの説だけが栗田の生涯の沈黙に意味を与えられる。信じるかどうかはあなたに委ねたい。
そして最後の説である。これは最も大胆で最も異端の説だ。司令部の芝居と捏造伝聞説。あの反転は最初から仕組まれていたという説である。この説を唱えたのは深井と志の輔、他でもないあの檜大和に乗り組んでいた元海軍士官である。当事者の一人が戦後長い沈黙の末、晩年になって一冊の本で告発したのだ。その主張はこうである。あの焼き地下電は外から届いた電報ではなかった。司令部の内部で作られた偽の電報だったというのだ。反転はあの正午に決まったのではない。もっと前から引き返すことは決まっていた。そしてその中止を正当化するために北方に敵ありという芝居の小道具が用意されたのではないかと思い出してほしい。あの焼き地下電の実物は通信記録のどこからも見つかっていないのだった。もし捏造だったのなら記録が残っていないのはむしろ当然ということになる。状況証拠もないわけではない。反転の決断は激論の割にあまりにも早かった。そして北上した艦隊に本気で敵を探す気配が乏しかった。そう指摘する声もある。だがこの説への反論は厳しい。第一に物証が何一つない。一人の当事者の晩年の回想だけである。第二に司令部ぐるみの芝居だったならあれだけの人数が戦後何十年も口をつぐみ通せたのだろうか。第三に高齢での回想には記憶の変容という落とし穴もつきまとう。歴史の研究者の多くはこの説を荒唐無稽として退けている。それでもこの説を最後に紹介したのには理由がある。考えてみてほしい。こんな芝居説まで生まれてしまうほど公式の説明では誰も納得できなかったのだ。この異端の説の存在こそが栗田ターンという謎の深さを何より物語っているのである。そして一つだけ付け加えたいことがある。もしこの芝居説が本当だったとしたら司令部はなぜそこまでして引き返したかったのか。偽の電報まで用意して守りたかったものは何だったのか。その答えを考えていくとこの説は巡り巡ってあの人道説とつながってしまうのである。部下を無意味な死から救うための苦肉の芝居、そう読むこともできてしまうのだ。7つの説は実はバラバラではないのかもしれない。疲れ果てた頭で作戦に疑問を抱き、燃料と損害に怯え、情報の霧の中で幻の電報にすがった。あるいはすがるふりをした。どの説もたった一つの反転の別々の断面なのかもしれない。さあ、7つの説を見終えた。あなたの心は今どの説に傾いているだろうか。史上最大の海戦、レイテ沖。その4日間をもう一度振り返ろう。日本海軍は残るすべての艦隊をこの海に注ぎ込んだ。石油の道を守る健康一滴の小1号作戦だった。だが初戦のパラワン水道で旗艦アタゴが沈む。栗田は海に投げ出され、艦隊の耳と口は初日に失われた。渋谷海では不沈艦武蔵が魚雷20本と爆弾17発を受け止め、1023名と共に沈んだ。摺顔海峡では西村艦隊が待ち伏せに遭い、7隻のうち6隻が一夜で海に消えた。生きて戻ったのは幸運艦しぐれただ一隻だった。北の海では小沢のおとりが見事に敵をおびき出し、その代償に真珠湾以来の空母随閣ら4隻の空母が沈んだ。傾く甲板のあの最後の敬礼とともに、サマール沖では大和の巨砲が初めて敵艦に火を吹き、日米の小さな艦たちが命がけで互いの空母を守り合った。そして同じ朝、関焼き男たちの神風特攻が初めて敵艦に突入した。艦隊の時代が終わり、特攻の時代が始まったその一日だった。だが、すべての犠牲が開いた道の先で、栗田艦隊はレイテ湾を目前に反転した。
幻の敵を追って戦場を去ったのである。この海戦で日本は空母4隻、戦艦3隻、従順6隻を含む26隻余りを失った。死んだ将兵はおよそ1万人。世界に誇った連合艦隊はこの海で事実上その歴史を終えた。そして栗田武夫は反転の理由を語らないまま1977年に世を去った。残された7つの説をこの動画では一つずつ見てきた。幻の電報か、通信の断絶か、燃料と損害か、決戦への未練か、疲労か、人道か、それとも芝居か。あなたはどの説を信じるだろうか。ぜひコメント欄と朝げせてほしい。2015年渋谷海の海底で沈没から71年ぶりに武蔵の船体が発見された。画面のバルブに刻まれた漢字が武蔵と確認する決め手になった一枚である。水深1000メートルの暗闇に今も武蔵は眠っている。広島の呉には大和ミュージアムがあり、大和や武蔵、そしてこの海戦の記録と遺品が大切に守られている。各地の慰霊碑とともにあの海の記憶を今に伝える場所である。白黒の写真の中では遠い歴史に見えるあの4日間も色を蘇らせれば確かにそこにあった人間たちの時間だ。武蔵の甲板にも随覚の飛行甲板にもしぐれの環境にも私たちと同じように生きた一人一人がいた。このチャンネルでは戦争の記憶を風化させないため当時の実際の写真を AI でカラーにして皆さんにお届けしています。あなたのご家族や先代の方もあの海の艦隊にいた一人だったかもしれません。ぜひコメント欄でお聞かせください。先人の犠牲の上に平和な日本がある。カラーで蘇った彼らは確かにそこにいた。ちょうど私たちと同じようにそれぞれの時代を生きた人々として私たち日本人はそれを忘れてはいけない。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただければ高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。